ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SnowManカリスマックスミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ待望の SnowMan の新しいミュージックビデオがですね、先日公開されました。カリスマックス。カリスマとマックスをかけてんのかな。もうタイトルをね、聞いただけでどんな楽曲なのか気になってしょうがなくてですね、もう公開されてすぐにですね、カメラを回して歌声分析をしたわけですけれども、いや、最高に楽しかったです。ミュージックビデオの続きがですね、常に気になるような歌の流れだったり曲の流れ、そして映像の流れ、そういうのがね、いくつもあってね、もうどんどん曲が進むにつれてテンションが上がってくるっていうね、最高に楽しく歌声分析ができました。そういった感じでどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして今までにつるさんのボーカルルームで公開した SnowMan の歌声分析動画をまとめた再生リストというものを作りました。もう20本ぐらい歌声分析動画を公開していると思うんですけど、そちらがですね、一つにまとまったような感じになっています。気になる方はですね、URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックよろしくお願いします。それでは早速、SnowManカリスマックス歌声分析 GO！ おい、うわ、かっこいい。かっこいいね。なんかパリピな感じがしますね、今回のカリスマックス。いや、こういう曲もやるんですね、SnowManの皆さんは。なんか新鮮で楽しいですね。次いきますよ。わあ、かっこいい。なんかやっぱパリピですよね。すごくこうテンション上げ上げみたいな。そして SnowMan の皆さんの今回の衣装がなんか逃走中のハンターみたいな感じですね。ビシッと決まった黒いスーツに黒いサングラスで無表情っていうね。いや、これ先の展開が気になりますね。わ、長い長い。誰だろう今の声。なんか佐久間さんっぽい感じがするんですけど、ちょっと自信がないですね。もし間違ってたらスノタンの皆さんコメントでまたフォロー解説の方よろしくお願いします。で、今の声なんですけど、ミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声を使っています。かなり高い音なんですけど、適度に力が抜けている雰囲気もあって、その辺で僕はね、ミックスボイスなんじゃないかなっていうふうに推測したんですけど、で、声の響きのバランスとしては、胸の胸腔共鳴と口の口腔共鳴、この2つがメインだと思います。胸腔共鳴はですね、声の太さだったり、声の音の音圧のコントロール。そして口の口腔共鳴はですね、言葉一つ一つの輪郭をはっきりさせたり、あとは口の大きさによって声量のコントロール。こんな感じですね。もう一回聞いてみましょう。なんか佐久間さんじゃないような気がしてきました。でも胸の胸腔共鳴と口の口腔共鳴の響きをうまく使う SnowMan のメンバーって僕の中だと岩本さんなんですよね。なんか岩本さんの気もしてきました。すいません、はっきりしなくて。次いきますよ。おい。ラーラ。ここの裏声にひっくり返した感じすごくね、色っぽいですよね。この声は舘様かな？今回歌ってるシーンがないから声だけで判別するからすごく難しいですね。で、今の声はですね、胸の胸腔共鳴と鼻の鼻腔共鳴、この2つを中心に声質作りしてると思います。胸で男らしさ、鼻で声の色気、こんな感じかな。鼻っていうのは声質のコントロールを主に行うポイントなので、
鼻の中で今回の声質作り出してるんじゃないかなって思います。もう一回聞いてみましょう。誰も真似できやしないないいね、かっこいいですね。で、全体的に音を切るスタッカートっていうテクニックも使ってます。今のフレーズ、メロディーを歌うっていうよりもラップだったじゃないですか。ラップっていうのはやっぱりこのリズムの躍動感とかがすごく重要になってくるので、スタッカートを使って音を切ることによってこの弾んだような躍動感も作り出してるんじゃないかなって思います。次いきますよ。今の声は深澤さんかな。なんか声のタッチが深澤さんっぽいなっていうふうに思ったんですけど、で、声の響きはですね、口の中の口腔共鳴、ここがメインになってます。言葉がね、ものすごく聞き取りやすいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、ものすごく聞きやすい。で、声質もね、すごくストレートで、それもまたね、フレーズの聞きやすさにつながってるんじゃないかなって思います。次いきますよ。うわ、一気に低音の声ですね。めちゃくちゃかっこいい。今の声はラウールさんかな。なんか低音ボイスっていうと僕の中ではラウールさんっていうイメージがあって、あとこのね、独特のジリジリとしたかっこいい音色、多分ねラウールさんなんじゃないかな。で、この声はですね、胸の胸腔共鳴、ここがメインになってますね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。言葉もものすごく早いですよね。よく口が回るなっていうふうに思います。次いきますよ。なんか今回ものすごくパートチェンジが早いですよね。ワンフレーズずつ歌いつないでいくみたいな。これがね、逆にスピード感があってめちゃくちゃかっこいいんですけど、いやー、今の声でも誰だろう。なんか鼻をメインで使った声なんですよね。で、SnowManの中で鼻をメインで使った歌い手は佐久間さんか安倍さんだと思うんですけど、安倍さんかな。なんか佐久間さんの声とはまたちょっと違うような気がして、全体的にすごい甘い感じが出てますよね。これね、鼻をメインで使った声の特徴なんですよ。もう一回聞いてみましょう。いや、でもなんか目黒さんのような気もするんですよね。ごめんなさい。今回誰の歌声とかそういうところはすごく自信がないです。なのでほんとスノタンの皆さんコメントでお願いしますね。目黒さんが鼻メインで声質を作ったらこういう感じになるかなっていう、もうこれは僕の中で憶測なんですけど、軽く胸の響きも入ってるんですよね。胸腔共鳴の響き。リンガリンガリンみたいな。いやー、ファイナルアンサーは目黒さんにしたいと思います。いやー、でもすごいいい声ですよね。次いきますよ。はい。かっこいいね。深澤さん、安倍さん、深澤さん、安倍さんみたいな感じかな。いや、深澤さんのこのスタッカートの付け方がめちゃくちゃかっこいいですよね。で、スタッカートをつけつつ、子音も強く発音してるので、声のアタック感がめちゃくちゃ前に突っ込んでる感じがしてるんですよね。これがね、かっこいい。で、合間合間で入ってくる安倍さんの甘い声ね。これも最高ですよね。もう一回聞いてみましょう。オーライのところもきっと安倍さんかな。ものすごくね、低音ボイスになってますけど、てか安倍さん、こんな低い声も出せるんですね。いやー、まだまだ SnowMan の魅力を探っていかないといけないなっていうふうに思いました。次いきますよ。今は岩本さんかな。で、岩本さんの声は口の中の口腔共鳴と胸の胸腔共鳴、この2つがメインですね。口の中の口腔共鳴の響きの比率がやや多いかなっていう感じです。めちゃくちゃ男らしい色気のある声ですよね。もう一回聞いてみましょう。このナンバーワン、ここもかっこいいですよね。ナンバーワンだけ違うメンバーが歌ってんのかな。なんかこっからサビですかね。行ってみましょう。
なるほど。カリスマックスのところは全員で歌って、その後に渡辺さんの声が来るんですね。いや、さすが渡辺さんですよね。ここめちゃくちゃ高いんですよ。でもなんか、話してるぐらいのパワー感で歌ってますよね。これがすごいなって思って。で、どういう声の出し方をしてるかっていうと、声の響きのバランス的には胸と鼻なんですよね。で、その声をですね、ちょっと後ろに引くような感じで歌ってるんです。声っていうのは後ろに引くようなイメージで出すと柔らかい感じの声になって、前に飛ばすようなイメージで歌うと力強い声質になるんですけど、その声を出す方向をうまくコントロールして高い声なんですけど、パワーを乗せすぎないっていう歌い方してます。もう一回聞いてみましょう。いいなぁ。なんかパラパラみたいですよね。僕が幼い頃はパラパラっていうダンスがですね、もう全国的に流行って、ギャル系って言われる女性方にすごく人気のあったダンスなんですけど、なんか懐かしい気持ちになりました。次いきますよ。最高ですね。クレイジークレイジーメン。ここのね、決まってる感じがすごいかっこいい。世界が驚くのところは向井さんですよね。で、向井さんもすごく今回特殊な声の使い方をしてるなっていうふうに思って、もうほぼね、鼻だけなんですよね。声のほとんどを鼻に入れるような歌い方。その歌い方をすることによって高い音なんですけど、ふわっとした雰囲気を出してるんですよね。これね、すごい難しい声の使い方です。で、その後の声がラウールさんかな？なんかラップを歌うようなリズムの付け方で歌ってますよね。さすがですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。いやー、今回のカリスマックスめちゃくちゃテンション上がりますね。次いきますよ。なんかそういうこと、なんかすごい面白いですね。踊っていたかと思ったら、舘様が野球の審判をやってるっていうね。さっきもね、チャーハンめちゃくちゃ美味しそうだったし、映像の続きもすごい楽しみになりますよね。次いきますよ。お、今のは目黒さんの語り部分ですよね。やっぱり声もイケメンですよね。で、全体的に息の音を混ぜたウィスパーボイスを使ってるので、耳元でこうね、囁いてるような雰囲気しますよね。もう一回聞いてみましょう。カリスマックス。で、口の形は多分ニコッとこう笑ったような口を作って歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。なんか全体的に声が明るい感じがしたのは表情から来る声の明るさだっていうふうに僕は思うんですよね。だから多分カリスマみたいな感じでレコーディングしたんじゃないかな。なんか今回ごめんなさい。テンションが上がりすぎて全体的に早口ですよね。聞き取れない言葉があったらごめんなさい。でもね、めちゃくちゃ楽しいです。次いきますよ。今の声誰だろう？なんか初めて聞いた感じの声ですね。すごく特殊な声の出し方をしていて、口の奥をですね、こう縦に広げたような状態で声を鼻に入れるんですよね。ララ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 みたいな。すごくね、バランスの取りづらい難しい声を使ってます。もう一回聞いてみましょう。いやー、すごい声ですね。誰だろう。こちらもね、コメントで教えてください。次いきますよ。ここは佐久間さんがメインで、追っかけで向井さんですよね。なんかこうやってね、誰の声か当てるのも楽しいですね。やっぱ向井さんの声ね、ものすごく綺麗ですよね。鼻の鼻腔鏡面を中心にした歌声です。で、ラップ調なんですけど、音階をうまく使ったラップかなっていうふうに思います。タラタタラタみたいな感じで、こうね、下降音階って言って、一番上の音からどんどん下がっていくタイプのフレーズを使ってるんですけど、ここにね、的確に一つ一つの音を正確なリズムではめ込んでいる佐久間さん。最高にかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。かっ
こいいですね。何でもできる。ほら、難しいんですよ、ここ。音に集中しちゃうと言葉がぼやけてしまうし、言葉に集中しすぎてしまうと、タラタタラタっていうこの音階だったりリズムが正確ではなくなってしまうんですよね。だから両方集中してやらないとうまく歌えないポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。誰だこの早口は。岩本さんかな。岩本さんはね、ラップもすごい上手いし、声もね、すごく色気がある感じだし、岩本さんっぽいですね。低音のね、この聞きやすい雰囲気、素晴らしいですね。低音ってやっぱりどうしても声がもわっとしちゃって、言葉がこもりがちなんですよね。聞き取りにくい雰囲気が出ちゃうっていうか。にもかかわらず、岩本さんはね、そこを綺麗に発音して歌ってる。素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、全部聞き取れますもんね、言葉が。これものすごいことですよ。さすがですね。次いきますよ。安倍さんの声ですよね。もう本当にね、優しくて、この甘い感じがね、僕大好きなんですよ。安倍さんの声はですね、鼻の鼻腔共鳴とちょっとだけ口の口腔共鳴の響きを使ってる歌声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。なんかもう声聞くだけでニコニコしちゃいますよね。本当に優しくて素晴らしい声。次いきますよ。あ、なるほどね。今回は目黒さんがラップの追っかけで渡辺さんって感じかな。いや、目黒さんのラップめちゃくちゃかっこいいですね。言葉もね、全体的にものすごくクリアだし、リズムの躍動感も完璧ですよね。もう一回聞いてみましょう。いい、すごくいい。で、目黒さんが口と胸中心の声質作りに対して、追っかけの渡辺さんがですね、胸と鼻なんですよね。で、この響きの違いで声が聞こえてくる位置が変わるんですよ。例えば目黒さんが歌ってる時、このぐらいの位置で目黒さんの声が聞こえてる雰囲気がしたら、渡辺さんの時にちょっと上がるんですよね。で、また目黒さんになったら下がるみたいな感じで、この声の位置の変化がですね、すごくかっこいいです。もう一回聞いてみましょうか。いやー、いいね。最高ですね。次いきますよ。やっぱサビの前めちゃくちゃかっこいいですよね。もうニヤニヤが止まらない。で、向井さんの声もね、いい意味で個性あふれるかっこいい声じゃないですか。優しさもあり、かっこよさもあり、そして唯一無二の個性もありみたいなね、すごくいいですよね。もう一回聞いてみましょう。で、今のところの向井さんの声なんですけど、かなり強い声を使ってますよね。で、向井さんはここでどういう風なイメージで声出してるかっていうと、前に向かって出すイメージで歌ってるんですよね。だから全体的な雰囲気が力強い感じが出てるんですよ。で、向井さんの声の響きは鼻の鼻腔共鳴が中心で、少しだけ口の口腔共鳴の響きを足しているような感じで歌っています。じゃあサビ行ってみましょう。かっこいい。やっぱりサビのメロディーものすごくキャッチーですよね。一回聴いたら絶対覚えちゃうっていう感じですよね。このキャッチーなメロディーにディスコサウンド、もう完璧ですよね。次行きますよ。かっこいい。いや、最初歌声分析の撮影を始めた時は、今回すごい難しいなって思ったんですけど、聴けば聴くほど魅力にどっぷりハマっていくっていう感じの楽曲ですよね、カリスマックス。いやー、こいつはやばいぞ。次行きますね。あ、感想ね。あ、
チャーハンのこの米の舞ってる感じがものすごいですね。なんかいろんなシーンがあって楽しいですよね、やっぱり。教室のシーンだったり、料理を作ってるシーンで食べてるシーンとか、内容盛りだくさん。次行きますよ。あ、みんなで食べてる食べてる。美味しいんだな。そうそう、野球もね。うん。で、この辺からまた歌い出すのかな。ホームランの打球が宇宙まで行っちゃいましたね。いやー、楽しいです。次行きますよ。あ、ダンスブレイクか。今回結構感想長いですね。SnowMan のいろんな魅力をこうアピールするようなミュージックビデオってことかな。歌だけじゃなくて、ダンスも最高なんだよっていうことですよね。次行きますよ。あー、出た出た。うん。佐久間さんのこれが出ましたね。久々に見れてちょっと嬉しかったです、今僕は。じゃあ、歌い出しからいきますよ。あ、ここはナンバーワンが来ないんですね。で、渡辺さんの歌ですよね。で、渡辺さんの歌い方の癖だと思うんですけど、全体的にしゃくりっていうテクニックを入れて歌うんですよね。目的の音に対してちょっと低めの音から入ってクイッとこう音をしゃくり上げていくような、タタタタタタタみたいな。このしゃくりがフレーズ全体のスピード感を出しているんですよ。ここが僕、渡辺さんの歌で一番かっこいいところなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。なんかビーム出してましたよ。こうなってくると、逃走中のハンターじゃなくて、今度はマトリックスって感じですよね。キアヌ・リーブスさん主演の。いやー、いいなー。僕はね、もう漫画とかアニメが大好きなので、こういう手からビームを出したりするシーンとかすごい好きなんですよね。次行きますよ。たまらない。貯めてから目黒さんのナンバーワンめちゃくちゃかっこいいね。いやー、もうテンション上がりすぎて倒れちゃうかもしんない、今回。それぐらいね、楽しいです。次行きますよ。今回は向井さんか。いや、めちゃくちゃ通る声ですよね。声の存在感が半端ないっていうか。ここで向井さん、鼻の音色の使い方をちょっとだけ変えたんですよね。鼻全体を響かせるっていうよりも、イメージの話なんですけど、声の出口をちょっと狭くしたんですよ。鼻からこう前に出ていくっていうのを、こうでっかい出口じゃなくて、こう本当にこうキュッと絞ったようなイメージの声の出し方じゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。やばいね。もう追っかけは向井さん一人で歌ってるんですけど、すごい盛り上がってる感じがするじゃないですか。やっぱりこれね、声が持つ存在感が大きな理由かなっていうふうに思います。次いきますよ。で、渡辺さんの歌声になった時のこの安定感ね。やっぱり SnowMan のメンバーって一人一人ものすごいキラキラした個性を持ってますよね。パートがチェンジした瞬間に違う世界が広がってくるような、もうそんな雰囲気すら僕は感じます。次いきますよ。店長かっこいい。もう完璧な流れですよね。最後の大サビで転調したんですよ。転調っていうのは、今回の場合はキーがちょっと上がるみたいな。これ転調って言います。正確には曲の中でメインで使う音階が変わることを転調って言うんですけど、これ説明しだすとすごく難しい話になってしまうので、キーが上がるっていうのも間違いではないので、そういう風にね、覚えてもらえたらなっていう風に思うんですけど、やっぱりキーが上がることによって全体的な雰囲気が盛り上がるじゃないですか。やばいですよね。ただでさえこうね、ストレートなかっこよさが際立っているメロディーなのに、さらに盛り上がってくるっていうこの流れはたまらない。すいません、めちゃくちゃ熱く語ってしまいましたけど、それぐらいかっこいいです。もう一回聞いてみましょう。
なんかこのダンス流行りそうじゃないですか？カリスマックスのこのサビのダンス。カリスマックスチャレンジみたいな感じで YouTube ショートだったり TikTok でなんか流行りそう。そんな予感がします。すごく親近感が湧くメロディーだし、振り付けだし、手の動きとか真似しやすそうな感じありますよね。僕も練習しようかな。次行きますよ。はい。ふーって言いたくなりますよね。いやーかっこいいなー。もうエンディングですよ。めちゃくちゃ寂しくなりますね。でも聞いていきますよ。これ絶対流行るでしょ。絶対流行る。もう YouTube、TikTok、インスタ、もう各 SNS で大バズりするんじゃないですかね。いや、そういうのも含めて楽しみですね。続きいきますよ。スノーマン。終わりか。うわ楽しかったですね。以上、スノーマンカリスマックス。歌声分析はここで終了です。いや、最高ですね。めちゃくちゃかっこいいし、めちゃくちゃ楽しかったし、そしてスノーマンのメンバーの皆さん、今まで僕が歌声分析をしてきた歌声とはね、またさらに違う声を表現していますよね。歌声の方でもものすごい進化を感じました。いやー、スノーマン成長が止まらないですよ。もう先がものすごく楽しみですよね。これからもスノーマン全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。